2024年12月31日大晦日、日プ出身派生グループの一つとして、全宇宙注目のガールズグループが誕生します。その名は、コスモシー。ということで、我々的に大注目の面白いグループをまた見つけてしまったよっていうことなんですけど、はい。オープニングで言っていた通り、コスモシーは日プ派生グループの一つです。はい。で、日ププロデュース101ジャパンザガールズは、吉本参加のレベル、ラポネエンターテインメントの主催で行われたサバイバル番組で、その番組から誕生したミーアイ、並びにメンバー全員がファイナリストだった純度 100% の派生グループ、一種が所属しています。はい。で、当チャンネルではその2グループと大注目から一点ごちゃついて、メンバーが抜けて暗雲立ち込めてるメイディという、3グループを主に追いかけてるというか、当店では取り扱っております。はい。日プが配信されていたのはもう1年も前で、ね。ミーアイが結成1周年を迎えているので、それは当たり前というか、当たり前だのクラッカー。古い。全国民プロデューサー置いてけぼりのイニシエのギャグかましてますけど、1年もあるとですね、他にも様々な派生グループが、その純度問わず誕生しています。で、最終順位込みで紹介しますと、19位だった桜庭遥ことパルタンのキューティーストリート。22位だった荒牧ジョア、ユニコーン。28位だった北爪桜井。65位だった細井彩香。69位だった岡部ののかのビビエ。45位だった藤本彩香。55位だった黒川ほのかのビグ。78位だった中山ほのか。79位だった佐藤アメリ。アメリカ出身の。はい。95位だった小林彩のハイパーステラ。それは初耳ですな。だって78位、79位、95位ですから。こっちは知ってると思うけど、17位だった田中こと、25位だった安藤優衣がマイラ。で、超最新は26位だった高橋ひな。と39位だった内山凛。と66位だった田辺かりんのリアルロマンティックですね。はい。こっちも面白いからいずれ扱いたいなぐらいのはちょっとあるんですけど。はい。ちょっと年明けのやつ申し込んで抽選結果待ちです。でこれらのグループもだから結構プレデビューが多いんですけど、年明けデビューのグループも結構いますけど、ただ曲というかお披露目はもうされてる、今回取り扱うコスモシーとはちょっと違うというところはありますけど、それらがいて、だからそれぐらいこんだけ派生グループだけ、一種とメイディンを除いてもこんだけいるって感じなんですけど、他にもだから14位だった加藤神楽所属のキャバクラガールズとか。まだいるのかな？もういません。もういないんだ。出勤してないらしい。そうなんだ。インスタの更新が止まってるらしい。本人のは動いてるんだけど、キャバクラのやつは止まってるから、もうやめてるっぽいです。なるほど、脱退。64位だったら田畑奈々のプリクラガールズとかもいますけど。何それ？いや、キャバクラガールズと同じノリですよ。そんなのないんですけど、という感じで、だからスマ版終了後もアイドルを無限に生み出してるっていうことで、その番組の凄さみたいなのが改めて浮き彫りになってるというか。結構なんか展開が早いよね。っていうぐらいの乱立っぷりで、正直全グループを置いてる人いるのかみたいな感じはあるんですけど。難しいね。そういう、我々みたいな動画として上げたりとか、データをまとめようとしてる人以外は把握してないんじゃないかなっていうぐらいすごいんですけど。そうね。で、日プが101、101と言いつつも、96位が最下位なので、95位の小林彩までもがデビューしてるっていうことが、いかにすごい番組だったのかっていうのが、確かにね。物語ってると言えます。本家、韓国のサバイバル番組でも、ここまで派生グルが誕生したことないんじゃないかなっていう。しかもこの1年の間でしょ？それは俺もちょっと初耳というか、こんなことあったっけなみたいな。一般人してる方が珍しいっていうことなんですけど、派生グループの大抵は日本でデビューして日本で活動してるんですけど、世界を超え、ついに宇宙からデビューするグループが誕生しました。それがコスモシーです。で、この本題に入るまでに100万光年かかっちゃいましたけど。日プは主催がラポネエンターテイメントなんですけど、ドコモがスポンサーで、それもあってドコモの動画配信サービスレミノで配信されてたんですけど、そのドコモと、これまた吉本傘下のファニーっていう会社の共同コンテンツ事業。なんか一応会社のホームページにはプロデュース集団って書かれてましたけど、NTT ドコモスタジオ&ライブという事務所にそのコスモシーは所属してまして。吉本絡んでるんだね。そのファニーが 33% ぐらい。で、ドコモが 66% ぐらいかな。で、そこから初めてローンチされるアイドルグループということになります。ちなみに、ここが手掛けてる、ただの芸能事務所じゃないので、手掛けてるデビューリアリティプロジェクトみたいなオーディション番組があるんですけど、セブンカラーズっていう。っていうのが、10月からレミノでやってるんですけど、18位だった北里里央。32位だったスタニユララ。
84位だったキノリコの3名が第1弾の参加者として番組に参加してます。あー、第1弾？だから続々と追加されて今12人ぐらいいるのかな。で、12月までやって、だからいずれデビューするかなっていう感じで、だからここからも日プ出身グループがまた出てくるっていう可能性がかなり高いと思います。マジで追い切れない。っていう感じで、だから、まあ、ミーアイとイッシュと同じく本家所属という感じではあります。確かに。で、まあ、ここからグループ紹介に入るんですけど、グループ名はコスモス・オブ・ユースの意味で、まあ、意味でというか略でみたいなところもあると思うんですけど、ユースの方は Y しか入ってないです。そうなんだよね。俺も最初それ見たときに、みたいな。まあだから略という感じよりも、まあそれを意味してる方が正しい気もするけど、その意味合いとしては宇宙で最初に神が作り出したとされるコスモスの花の象徴と少女の純潔を意味する花言葉と Y にはユース、青春と純愛の象徴として彼女たちが世界でその花を咲かせるようにという願いが込められている。とのことです。で、コンセプトは、まあ、若さの可能性、無限の宇宙、成長と葛藤っていう3つがあって、それらを象徴する未知の可能性を秘めた少女たちが葛藤と成長を繰り返し、その名を宇宙に知らせると書いてあります。で、まあ、このコンセプトの一つ、若さの可能性ってあるんですけど、これの通り、メンバーが全員10代で、グループ結成日が、最初のトレーラーが出た12月2日という設定をするのであれば、その時点での平均年齢は 17.8 歳です。ああ、若いね。かなり若いですね。また別に設定として5000万部を突破し、世界中で愛された人気漫画、コスモシーの実写映画の登場人物、美少女戦士っていう設定があって、まあ、月に変わってお仕置きされちゃいそうなんですけど、まあ、コスモシーはだからトレーラーを含めて設定がとにかくユニークで、まあ、そこが我々が取り上げたくなった理由でもある感じではあるんですけどね。だって音源出てないからね。とにかく面白そうという。で、その面白デビュープロジェクトには、ブラックピンクのデビューを手掛けたクリエイティブディレクター、シンシティをはじめ、まあ、ルセラ、レドベル、アイブ、IU、エスパ、トゥモローバイトゲザーなど、数多くの K-POP スターの作品を手掛けた音楽シーンでグローバルに活躍するクリエイターたちが集結しているらしくて、でその中に K-POP アイドルが通う有名サロン、BB アトリエっていうのがあるんですけど、韓国にね。そこのソークかな、読み方的に。っていう人と、キム・ゴッピっていう、そのメイクさんとヘアメイクさんが参加してて、クレジットにもちゃんと載ってるんですけど、でこの二人は、まあ、アイブとか、まあ、最近だとイズナ、ベビモンとか、IU なんかも手掛けてる。超すごい人です。何どこもだからお金あるの？っていうこともあるんじゃないかな。まあでも、メイクさんを雇うっていうのは、どの辺の規模感の値段なのかっていうのはちょっとわかんない。まあ確かにね。まあだから、これぐらい、曲も出してないのに、デビュー前にしてすごい情報量っていう感じなんですけど、まあ、銀河系インフォメーションっていう感じなんですけど。連なる名前がね、メガヒット級のグループばかり。そうなんですよ。ということで、まあ、ようやくメンバー紹介に不時着しましたということで。不時着いや、宇宙イメージだと不時着の着陸よりいいからね。いきます。はい。3、2、1発射。ということで、第一の宇宙人は、リーです。はい。彼女は韓国で練習生活をしてたらしくて、まあ、3歳からダンスを始めて、3歳東京の足立区のダンススタジオブルームスティックっていうところで講師をしてたりして。講師17講師をしてるっていうのもまあすごいんですけど。相当だよね。そう、だからダンサーとしてかなりの実力者っぽいです。まあ、足立区がいかほどなものなのかっていうところはある。そこ関係ないでしょ。足立区ごときにさ。まあ、日本のゲットと言われる足立区、そういう危険なところで、しかも17歳で東京で講師をしてるってことは、多分東京出身かなと思います。まあ確かにね。上京してそこに住んでやるとはちょっと想像できないみたいなところはあるんです。あんまりね。同郷。いや、そりゃそうじゃん。そうじゃないとこんないじり方しない。テロップ入れ忘れとかあったらさ、俺が怒られちゃうから。まあ自虐ネタだっていうことだけは把握していただけるとって感じなんですけど、彼女は170センチという、まあ長身なんですけど。大きいね。で、まあスタイル抜群なんですけど、今のところ自己紹介 Vlog とかそういうのが上がって、そこでロックダンスを披露してるシーンが入ってて、公式の TikTok の方では、他のジャンルのかっこいいダンスをバチバチに決めてたので、まあだから曲を出したら、かっこいい迫力あるダンスが見れそうだなっていう印象です。メインダンサーポジションかなみたいな。多分そうだと思います。性格的には誰とでも仲良くなれるみたいな感じで、あだ名はメイスケらしいので。メイスケ、いいね。メイスケ。だから街で見かけたら、メイスケって呼んだら多分きっとペンサをたっぷりしてくれるはずです。知らんけど。で、本人はピンクが好きらしいんですけど、メンバーカラーはグリーンです。あるよね、そういうのね。で、第二宇宙人はカミオ。で、彼女は日プ、最終24位だった神尾綾乃なので、地球人です。というか、まあ全員日本人なんです。まあ地球人も講義では宇宙人なので間違ってないというか。そうだね、確かに。
そもそも公式が宇宙人ですとか言ってないので、この下り自体がもうマッチポンプというか、マッチポンプなんですけど、その設定をただ引っ張ってるだけみたいな感じなんですけど、彼女は日プ終了後は韓国で目撃情報があって、まあこれはメンバー多分全員なんだけど、今回のデビューに向けてのトレーニングを韓国で積んでたみたいです。はい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 。まあ日プでは、まあ24位っていう結構高い順位なんだけど、超印象的な大活躍みたいなのはあんまりなくてですね。ないんですけど、血統のいい猫みたいなさ、高貴な顔立ちで、覚えてる人も多いんじゃないかな。だから、韓国での目撃情報も、そのインパクト強々のビジュアルで目立ってたから、見つかっちゃったんじゃないかなっていう。そうね。あれはだって目につくもんね。とにかくインパクトの強い美人さんっていう感じなんだけど、ただそのビジュアルとは裏腹に内面は可愛いものが好きという、まあ女子らしい感じの面もありまして、本人も意識してるのかわかんないけど、猫のグッズを集めるのが好きみたいです。まあまあ、もう当然自覚あるでしょ。カミヨンも、エイミーと同じくピンクが好きなんですけど、てか女子でピンク好きじゃない人いるんかって感じがするんだけど、カミヨンのメンバーカラーはピンクをゲットしてまして、あれ日プのこれかなみたいな。そうね。俺もちょっと優遇されてんのかなみたいなところはありますけど。彼女は、その日プの第9回コンセプトバトルで、クローミーというチームで、コアクマ、バディっていう曲をパフォーマンスしてるんですけど、そこにカミヨンの他にミーアイのシミケイとか、一種のリノっていう、まあすごいメンツだったんですけど、このチーム。で、そこにいたのがディハナこと吉田花ですね。この後紹介される。ちなみにこのディハナのさっき言った自己紹介 Vlog で自分の MBTI をパネルみたいに手書きで書いて紹介するのが、まあ全員あるんですけど、ディハナはそこに小悪魔のイラストを描いてました。なるほど。だから日プもいい思い出として彼女の記憶に残ってるのかなってそのくだりで思いました。まあつまり彼女も、まあ日プ出身で最終順位は30位、カミヨンよりちょっと低いんですけど、166センチという長身と、まあ顔立ちから日本のウォリョンと、番組中言われてまして、まあカミヨン同様、ビジュアルインパクトで印象に残っている人もかなり多いんじゃないかなと思います。で、さっき言ったクリエイティブチームには、アイブを手掛けてるって言ったけど、つまり、まあ、ウォニョンを手掛けてるメイクさんと仕事をしているということなので、まあ、本家にメイクしてもらうという、成功したオタク的な側面もあるんですけど、単なるあだ名じゃなくなったっていう。本家のメイクさんに鬼短い前髪パッツンにされてました。バッサリいかれてたね。水戸夏目かなみたいな、仕上がりになってました。知らねえんだろう、もう。まあ、可愛いし、似合ってるからいい。切りすぎちゃったね。ちょっとウォニョンとはかけ離れてしまったなっていう感じはあるんだけど。で、そのディアナは奈良県出身なんですけど、まあ、大阪にある GP スタディオっていうダンススタジオに通ってまして、その時にミュージカル俳優とかバックダンサーなんかの経験もあるらしいです。これはトピックというかなんですけど、50メートルを7秒で走る瞬速。なんですけど、なんと、帰宅部です。陸上部じゃない。陸上部じゃないのね。いるよね、たまにそういうやつね。とんでもないスペック持った帰宅部。このエピソード聞くと、あれやっぱり宇宙人かなっていう感じはするんですけど。女子50メートル7秒台いや、めっちゃ速いよ。しかも身長でだから。かっこいいよね。顔はふんわり系なんだけど。っていう感じなんですけど、ラスト宇宙人は姫社ですね。で彼女は唯一本名が姫香っていう下の名前しか分かってなくて、まあ、出身地も不明という、まあ、一番ミステリアスというか感じなんですけど、ショッピングしたりとかそのコーデを作ったりとか TikTok でもなんか私服っぽいので踊ってみた的な動画を上げてたりとか、それをアップしてるダンスキャラなんですけど Vlog ではその人見知りって自分のことを言ってましたけど、かなり陽キャな面が伺えるというか内弁慶なのかなやってることがもう陽キャ丸だしっていう感じなんですけど、ちなみにコスモシーのメンバーは全員 MBTI が E なので、陽キャ軍団の可能性があります。俺だから、ハンちゃんとかが E なのちょっと意外だったんだけど。そうだね。神ヨンも俺正直 E なのちょっと意外だけど。まあでも、辺の二人は日プ当時のやつらしいから変わってるかもという噂です。韓国に行って変わったりとかね。っていう感じのメンバーです。まあ日プ、ぶっちゃけ一番の推しとかではなかったんだけど、その二人。でも、やっぱ印象に残ってて。まあみんなやっぱ覚えてんじゃないかな、見てた人は。やっぱさ、覚えてないメンツとかいるじゃん。いる。めちゃめちゃ覚えてるよね、二人。覚えてる。てか、俺まず吉田花ちゃんのファーストインプレッションというか、自己紹介 PR みたいな。あれ、縄跳びしながら5秒間で必殺ミノさん全部言うみたいなことをやっててさ。だから、やっぱ運動神経がそもそもいいっていう自負もあるんだよね。だって、なんかその5秒チャレンジとか言って、その必殺ミノさん全部言うのと、あとなんか自分の好きな人形を頭に乗せて寝た状態から起き上がる。そういうバランス、やっぱりまあ、後々ステージ見てわかるけど、体感いいのかなみたいな。
っていうのもあるし、いやもう、だから必須アミノ酸って聞いた時点で、この子頭おかしいのかなと思って、それですごい印象に残ってて、だから、ずっと残ったらいいな。まあ、デビューは難しいかもしれないけど、いけるとこまで行ってほしいなと思ってたメンバーだし、亀和屋に関しては、やっぱり目が印象的っていうのもあるし、リンリン姫と双璧をなす猫顔だよね。目がすごいよね、目力が。で、しかも、ラブダイブやった時に、白いファー首に巻いてて、それこそ小悪魔やった時はさ、真っ黄色のさ、ファー。蛍光黒と黄色の、ちょっとストリートな入れたちだよね。まあ本人もキューティーセクシーとか言ってたんだけど、なんかすごくぐっと大人っぽくなるなみたいな。ビジュアルの印象の違い、見え方の違いみたいな。だから二人とも10代、それでビジュアルの完成度だから、どんどん仕上がっていくんだろうなっていうのは思うけど。あとなんか、今回だから一応全部見直したの。日プのね、パフォーマンス動画をね。だからなんとなく見てたっていうぐらいに近かったから、改めてチッケムとかも全部見直してみたら、まあ、亀和屋のに関しては、ステージで見てたそのままだったんだけど、吉田花ちゃん、ディープハイ。あの時からダンスも普通にめっちゃうまいなと思って。さっきも言ったように体幹もいいし、すげえ、それこそロケッティアの時にハイキックやってて、あとバーディーの時は180度開脚みたいな、だったりとか、そういう柔軟性もあるし、小悪魔の時にさ、あれ多分なんだけど、マイクのさ、トランスミッター、あれ多分外れたかなんかのさ、そのトラブルあったよ。そう。俺も見直したけど、気づいてない。開脚した後に、前にメンバーがいて隠れるんだけど、なんかボソボソやってるの。で、その後座る、まあ、フォーメーションっていうかさ、なってて、持ってて、どうしようかなみたいな。それを持ってて立ち上がった後に、後ろに行くんだよ。で、その時にね、ポケットに突っ込む。あ、これ全くだから分かんない。だからその辺が GP スタジオとかミュージカル俳優みたいな経験が生きてるというか、舞台慣れしてるところが出てるのかも。そう。なんか、焦りも全然ないし、すごい冷静な。今前にいるから、これ、座ってるし、ポテト入れられないし、じゃあとりあえず持ってて、で、これ、この後後ろから使ってねじ込むみたいなやつがあって、ここら辺の離れ感もすごいあるし。よく K-POP でバズるよね。そういうトラブル対処能力みたいな。そう。ミュージカルやってたっていうのがあるからさ。まあ、なんか声はよく出る子だなっていうの印象はあったんだけど、あの子さ、すっごい声低いじゃん。だからそこら辺にさらにここから歌唱力がさらに磨きがかかってたら、すごいいいアクセントになるなっていうふうに思ってたし、まだ本当にわかんないけど、その二人すごく他のグループにはやっぱりいないビジュアルだったりとかさ、するから、まあそこもだから、コスモシーのコンセプトだけじゃなくて、その二人が入ってるっていうのがちょっと面白いかなっていうふうには思ったけどね。やっぱコスモシーでデビューするっていうことになって、改めて注目して動画を見てみると、いろんな実力とか魅力みたいなのが、まあ発見できたというか、101人というか、まあ96人の中での一人として見てた時とはだいぶ印象が変わったなっていうことではあるよね。で、今言ったみたいに、まあメンバーは日プ出身の2名という、まあ、純度 50% が、まあ、触れ込みかなとは思うんですけど、世間的にはね。そのダンスメンと思われる2名、もうかなり俺は正直ビジュアルがすごいなっていう印象で、すっごい可愛いし、綺麗だし、すごい日プ2人よりもって言ってもいいぐらい、こう、ビジュアルがすごいんだよね。だから、とんでも設定のはちゃめちゃコンセプトにちょっと惑わされがちなんですけど、俺は正直かなりビジュアルの強い、日プでも、このパフォーマンスっていうよりはどちらかっていうと我々の印象っていうか、みんなの印象もそうだと思うけど、ビジュアルとして印象に残ってる二人に、それをこう上回ってしまうかもぐらいの二人のビジュアルを入れたっていう、かなりビジュアルの強い4名を揃えたなっていう印象が、このグループ紹介の動画のために調べてていろいろ、まあ俺も気づいたという。あれなんか、色物風だけど、単純にビジュアルがなんかすごいぞ、みたいな。そう。だから、そういう見た目の良さとかっていうのもあるから、とんでもコンセプトなんだけど、トンチキになってないっていうさ。だからその辺でもかなり期待できるかなっていう感じで、だコンセプトも当然面白いし、で、さらに面白ポイントとしては、プロモーションを日英韓の3カ国語を織り交ぜてやってるっていうところで、この、花から、吉田花ちゃんじゃなくて、花からね。ノーズ。最初からね。ノーズの方から。グローバルを志してるっていうところも、まあ他の日プ勢とは一味違うなというか、宇宙まで大風呂敷広げちゃう、その心意気に感じもだからそこもお気に入りポイントという感じでもあるし。自己紹介動画、日本語とハングル混ぜてるんね。ただ字幕をつけるとか、どっちかだけでやるんじゃなくて混ぜてるっていうのがいいなと思ったし、まあその辺もだから韓国トレーニングの賜物なのかなっていうのもあるし、なんか俺はすごくやり方としていいなと思ったんで。トレーラーの字幕の出し方とか、もう俺はすごくセンスがいいなというか、その名だたるクリエイティブ集団っていう触れ込みに嘘偽りなしっていう感じがしたんだけど、知れば知るほどこう期待感が上がってくるっていう感じではあるんですけど、この K-POP を愛してる身からすると、その宇宙的というかさ、無限的なコスモを感じるコンセプトにこう、まあ胸がときめかないわけがないというか、君はコスモを感じたことがあるかっていう。また誰も知らない。せいせいやー
国民プロデューサーを宇宙の果てまでに置き去りにしてるんですけど、うん。無限的なコンセプトの本家である宇宙少女おー。が、まあ、ブラックホールに飲み込まれてもう帰ってこなさそうなんで、そうね。だいぶちょっと今見えなくなってるからね。なんで、まあ、これからはコスモシーを応援します。見限ったみたいな発言だけど。いや、復活したら両方応援しますけど、まあもちろんね。まあ、このデビューに対するこのプロジェクトの進み方とか、センスを見ると、うん。めちゃめちゃ期待できるなと思うし、その中身である本人たちが、なんかビジュアルすごいなと。そもそものアイドルの部分がすごくいいってことに気づいてしまったので。うん。まあ俺これ、だから曲がこけるってことが、まあないだろうなって勝手に思ってんだけど。ああ、まあ、ここまでのものを見せられたらっていうことだよね。まあ、あとはどのアプローチで来るのかっていう感じはするけどね。まあエスパ的な方向に行くのか、宇宙少女的な方向に行くのか、うん。ケプラー的な方向なのかわかんないけど。まあ何にしろ期待大ということ。うん。コンセプト勝ちみたいなのが見えてます。うんうん我々は。うん。賞賛が見えてます。うん。ということで、全宇宙のみならず、我々も大注目しているガールズグループ。その名は、コスモシー。ー